スペインのイエローピカントはい。ですね。まあ、癖が強くて味が濃いっていうと。よいしょ。はい、完了。2009年に初めてインド行って、でなんか街中にたくさんビリヤニって看板あるんですよ。何なんだろうこれと思って食べてみたら、めちゃくちゃうめえこれ。作ってみたらすごいやりがいがある。どうやったらもっと美味しくなるんだろう。日々研究できるのがビリヤニ専門店だからこそお店始めました。いやー最高に楽しいですね、毎日ビリヤニ作って。インドのガールケアっていうガスが安いですね。日本で手に入るとめっちゃいい感じします。すごい大きい鍋ですね。マックス100人前ぐらいですね。レシピは楽譜だからどう演奏するかの方が重要だね。ここちょっと色濃くなってるんですけど、これわざとやってて。あ、そうなんですね。
ちょっと焦がして焼きトマトとゆでトマトは味違うと思うんですけど、その焼きトマトの香りを作り出してる味にします。酸っぱいですよ、はい。おお、すごいスパイシー。焦がすのか焦がさないのかっていうのでもう味がめちゃくちゃ変わるので、玉ねぎを揚げた油ですね。スパイスは何種類ぐらい混ぜられてるんですかね。10か10ぐらいですかね。ありがとうございます。すいません。実際現地でももうみんなコーラと合わせて飲んでるんですか。街中のコーラの看板ビリヤに書かれてます。鉄板ですね。小沢さんも好きなんですか。好きっていうか生理現象、スパイスの匂いと鶏の匂いとグレービーの匂いでもう僕の頭の中でもビリヤに出来上がってて、フランスのゲランドの塩ですね。いろいろ試してこの塩がビリヤニはストーリーなんですよ。場所によって味が違くて、食べてるとどんどん味が変化していってっていうのがビリヤニの難しさであれ面白さでもあると思います。
上昇の仕方をするとどういう炊き上がりなんだろうっていうデータをどんどん貯めていってる。でなるべくその火を弱くしつつアルミホイルで鍋全体を加熱してやる。ソースとサラダの中間ですね。大きさにランダムにすることが重要だと思ってて、ランダムにすると食感が変わるんで、青唐辛子です。炊けると美味しい香りがするんですよ。炊きたてのお米の香りがするかどうかですね。これは OK です。炊けました。マイナス3度で温度管理してます。いただきます。今日の出来はいかがですか？めちゃくちゃうまい。普段ずっと手で食べられてるんそうですね。本気で食べるときは手ですね。あうめえな。今日のビリヤニめちゃくちゃうまい。毎日作り方変えてんですよ。今日もこれも初めて試したんですけど、めっちゃうまい。目標は万人が感動するビリヤニ、それを目指すのが僕の仕事です。究極に美味しいビリヤニを作れれば日本で出してもインドで出しても流行るはず。本場で出店したいですね。でしかもその流行らせたいです。インドでブームが起きるぐらいうまいビリヤニ作りたいです。